ねえねえのぞみ、この前久しぶりに回転寿司に行ったんだけどさ。お、いいね。最近行ってないな。どうだった？それがね、すっごい進化しててびっくりしちゃった。進化ってお寿司が？お寿司もだけど、それ以外がすごいの。ラーメンでしょ？唐揚げでしょ？ポテトもあるし。結構前からあるよね。本当にしばらく行ってなかったんだね。しかもね、パフェまであるの。あとコーヒーも。もうカフェじゃん。コーヒーもあるの？それは知らなかった。でしょう？タッチパネルで注文したら新幹線みたいなのが運んでくるし、子供とか大喜びだよね。わかるわかる。あれ楽しいよね。お寿司を食べに行くっていうより、なんかアトラクションみたい。ほんとそれ。気軽だし安いし、家族でワイワイ行ける感じ。うんうん。でもさ、ちょっと聞いていい？何？お寿司って昔はもっと高いイメージあったよね。こんなに気軽でよかったんだっけって思っちゃった。言われてみると高級なイメージあるよね。カウンターで職人さんが握ってくれるやつとか。そうそう、ちょっと緊張する感じのお店。でもね、私この前ちょっと調べてびっくりしたんだけど。何何？お寿司って昔はファストフードだったらしいよ。なんか聞いたことある。そうなの。江戸時代の話なんだけどね。江戸時代って結構昔だ。そうそう。今から400年くらい前に始まって、だいたい260年くらい続いた時代なんだって。260年。すごく長いね。長いよね。大きな戦いがなくて割と平和だった時代みたい。それでね、江戸っていう町がどんどん大きくなっていったの。江戸って今の東京のことだよね。そう、今の東京のことだよ。当時としてはとても大きくて人がいっぱいの賑やかな町だったんだ。そんなに大きかったんだ。でね、その町に地方から働きに来る人がいっぱいいたの。大工さんとか職人さんとか。お仕事しに来てたんだ。そうそう。しかも一人暮らしの男の人が多くてね。なるほど。じゃあ自分でゆっくりご飯を作るって感じじゃないね。でしょ？だから外でパッと食べられるお店がすごく流行ったの。お寿司もお蕎麦も天ぷらもね。へえ、今で言う屋台のグルメみたいな感じか。うん。その頃のお寿司ってね、屋台で売ってたんだって。屋台？お祭りの時に見るようなあの屋台？そうそう。道端に屋台があって、そこで立ったままパッと食べる。立ち食い？今のイメージと全然違うね。でしょ？しかもね、お寿司の大きさも全然違ったの。大きさ？今のお寿司って一口で食べられるくらいの大きさじゃない？うん、だいたいパクッといける感じ。昔のはその倍以上あったんだって。おにぎりくらいの大きさ。おにぎり、それはもう一口じゃ無理だね。無理無理。だから一つ二つ食べたらもうお腹いっぱい。なるほどね。じゃあ、おやつみたいな感じかな？おやつかな？小腹が空いた時に屋台でさっと食べる。今でいうおにぎりとかハンバーガーみたいなものかも。本当にファストフードだったんだ。そうなの。江戸ってすごく忙しい町だったみたいでね。忙しい町。うん。だからゆっくり座って食べるより手軽にさっと食べられるものとして広まったの。なんか今の私たちと変わらないね。ね。でさ、気になるのが、いつから今の小さいサイズになったのかなんだけど。確かに。なんで小さくなったんだろう。これはね、はっきりした理由は私もよくわからないんだけど、だんだん小さくなっていったみたい。だんだん？うん。はっきりとはわからないんだけど、少しずつ今のサイズに近づいていったとも言われてるみたい。へえ、そうなんだ。じゃあ今の一口サイズって結構最近のことなんだね。そうみたい。ここは細かいからへーくらいでいいんだけどね。でもさ、みさき、さっきから気になってたんだけど、ん？江戸前寿司ってよく聞くじゃない。あれってどういう意味？それね。江戸前っていうのは、東京湾のあたりで採れた魚や貝を使ったお寿司のこと。へえ、東京湾の魚。そう。でね、ここが面白いところなんだけど、何？江戸時代って冷蔵庫がないでしょ。そっか、電気もないもんね。そう。だから生の魚をそのまま置いといたらすぐ傷んじゃう。確かに、夏とか危ないね。でしょ？だから職人さんたちは魚が傷まないようにいろいろ工夫してたの。工夫ってどんな？例えばお酢で締めたり、あと醤油につけたり。つけるってマグロの漬けとか聞いたことある。それ。あとは煮ちゃうのもある。穴子とかね。へえ、じゃあ全部が生の魚ってわけじゃないんだ。そうなの。むしろ一手間かけたものが多かったの。なんかイメージが変わってきた。お寿司って新鮮な生魚って感じだったけど。私もそう思ってた。でも元々の江戸前って生っていうより保存のための工夫の塊だったんだね。ねえ、
でもさ、ここで一つ不思議に思わない？何が？そんなに手間をかけてるのにさ、お客さんってその手間知ってたのかな？ああ、いい質問。実はね、ここが一番面白いところなの。何？職人さんってその手間をわざわざ言わないんだって。言わない？こんなに頑張ってるよって自慢しないの？しないの。さっと出して、お客さんもさっと食べる。それだけ。私だったらこれ3日もつけたんですよって言っちゃいそう。わかる。でもね、それを言わないのがかっこいいとされてたの。言わないのがかっこいい。うん。これがね、江戸の粋っていう考え方なの。聞いたことあるけどちゃんとは知らないな。簡単に言うとね、さりげなくてかっこいいって感じ。さりげなく。例えば、いいネタを使っても自慢しないとか、手間をかけてもさらっと出すとか、頑張ったことを大きな声で言わない。そういうのが粋なんだよ。なるほど。見せびらかさないのがかっこいいんだね。そう、それ。手間をかけてるのに何でもないようにさらっと出す。それが粋。へえ。じゃあ逆にドヤ顔で自慢するのは？それはね、野暮って言われちゃう。粋の反対。野暮。なんか響きでもうかっこ悪い。でしょだからね、お寿司って見た目はシンプルでパッとしてるけど、その裏に見えない手間がぎゅっと詰まってる。しかもわざと見せない。なんかすごいシンプルなのに奥が深いんだね。その粋ってお寿司だけの話なのかな？江戸の人たちの生き方そのものって感じみたい。生き方。江戸っ子って言葉聞いたことある？あるある。なんか威勢がいい人みたいなイメージ。そうそう。もともとは江戸で生まれて江戸で育った人のことなの。その土地の人ってことか。そう。で、その江戸っ子にはこういうのがかっこいいっていう独特の美意識があってね。美意識。さっぱりしてね、細かいことを気にしない。ちょっと見えっ張りだけどいじいじはしない。なんかキャラが立ってるね。でしょで、その代表的な考え方がさっきの粋なの。なるほど。じゃあその息がいろんなところに出てくるんだ。例えばさ、お蕎麦を食べるとき、江戸っ子ってズズってすするでしょ？音を立てて勢いよく。あれもね、つゆをちょっとだけつけてパッとすすってさっと食べるのが粋とされてたの。つゆたっぷりつけたくならない？なるよね。でもたっぷりつけるのは野暮なんだって。厳しい。あとね、酔い越しの金は持たないって言葉も聞いたことない？ある。今日稼いだお金は今日のうちに使っちゃうみたいな。そうそう。お金にせこせこしないのがかっこいいっていう。へえ、なんか極端だけど筋が通ってるね。でしょ？とにかくごちゃごちゃ言わない。さりげない。そういうのが好きだったの。それでお寿司もそうなってるってことか。そうなの。手間をかけたって言わない。ただ美味しいものをさっと出す。なんかかっこいいな。私もちょっとそうなりたいかも。わかる。でもね、私この粋って考え方、いいことばっかりじゃないとも思うんだ。どういうこと？手間を見せない、多くを語らないっていうのは確かにかっこいい。でもそれが行き過ぎちゃうと、ちょっと怖い感じにもなるの。怖い？例えば、すごく高級なお寿司屋さんって入りにくくない？わかる。値段も書いてなかったりするよね。そうそう、時価とか書いてあって、いくらかわからなくてドキドキする。する。聞くのもなんか悪い気がして。でしょ？あれもね、ある意味説明しすぎないっていう文化の流れなのかも。なるほど。粋といえば粋だけだ。でもお客さんからすると、ちょっと敷居が高いっていうか。わかる人だけ来てね、みたいな感じになっちゃうね。そうなの。さりげないのはいいんだけど、行き過ぎるとなんか気取ってる感じにもなる。粋とただのもったいぶり。そう、その差が結構紙一重なんだよね。紙一重か。難しいな。ねえ、だから私は両方あっていいと思ってる。でもさ、そうなると回転寿司ってどうなんだろう。だって回転寿司って値段もはっきり書いてあるし、お皿の色でわかるし。確かに全部オープンだよね。それって粋とは逆っていうか野暮なのかな。私最初そう思ったの。でもね、よく考えたらちょっと違うかなって。どういうこと？だってさ、もともとお寿司って屋台でパッと食べる気軽なものだったでしょ？そうだ、さっきの話。でしょ？安くて気軽でみんなが楽しめる。それって回転寿司にすごく似てない？確かに、立ち食いの屋台と回転寿司。そうなの。
形は変わったけど、気軽さっていう心はちゃんと続いてるのかも。なんか今日の話、すごく面白かった。でしょ？私も調べてて、へーって何回も言っちゃった。お寿司ってただの生魚じゃなかったんだね。うん。見えないところにいっぱい手間がかかってて、しかもそれをわざと見せない。粋だね。そうそう。で、その気軽さは今の回転寿司にもちゃんと続いてる。なんか次に回転寿司に行くとき、ちょっと見方が変わりそう。わかる。プリン食べながら、これも江戸の心かって。それはちょっと違うかも。そうかな。でもね、こういうの知ってると、ただ食べるだけじゃなくて、ちょっと楽しくなるよね。お寿司一つでもいろんな話が詰まってるんだな。今日のポイントは、昔のお寿司は高級料理じゃなくて手軽な食べ物だったこと。手間を見せない、さりげないかっこよさ。それが今のお寿司にも続いてる。これが今日一番伝えたかったことかな。みんなも今度お寿司食べるとき、ちょっと思い出してみてね。この一貫の裏にどんな手間があるのかなって。あと聞きたいことがある。何？あなたは寿司を食べたことがありますか？何の寿司が好きですか？お、気になる。ちなみに私はイカのお寿司。私はね、マグロ。あとパフェ。パフェは寿司じゃないじゃん。バレた。それでは今日はここまで。聞いてくれてありがとうございました。ありがとう。またね。おやすみなさい。